皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、ラウドロックの先駆者であるPay Money to My Painが残した伝説のスタジオアルバムを解説していきます。彼らの作品は、ハードロックやヘビメタルファンの人たちも必ず好きになると思いますし、ロックが好きなら、メタルが好きなら、音楽が好きなら、K の痛みは必ず心に響くはずです。動画の最後では、K の思いなども話していますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ラウドロックの歴史を振り返っていきましょう。ラウド界に多大なる影響を与え、2013年12月30日、K の死とともに活動を休止した伝説のバンド、Pay Money to My Pain。K の痛みが刻まれた4枚のスタジオアルバムが、どれほど素晴らしい作品だったのかを、皆さんにこれから紹介していきます。2007年9月12日にリリースされた記念すべきファーストアルバム、Another Day Comes。彼らの原点でもあるニューメタルやオルタナティブ、ニュースクールハードコア要素が色濃く反映された本作は、疾走感とヘビ感あふれるサウンドで、ラウドロック界に激震を走らせます。K の痛みが最大限に表現された本作は、ファーストアルバムにして、PTP のサウンドは確立されており、まさにブラックメタルと言っても、過言ではないくらいに痛みを感じられる作品となっています。前半は、とにかく激しい凶暴性に満ちた楽曲で埋め尽くされているのですが、後半はしっかりと聴かせるバラード曲が収録されていたりと、K の凶暴性だけではなく美しい歌声も堪能できます。2000年代後半において、このアルバムが売れないわけがないといった最強の内容となっています。続いて、2009年3月18日にリリースされたセカンドアルバム、After You Wake Up。ファーストアルバムの延長上である本作は、前作よりもより洗練されたサウンドで、激しさの中に悲しさや儚さ、エモーショナルな表現といった PTP の音楽を決定づけたアルバムとなっています。前作よりもメロディアスさとポップさを増しているのですが、いい意味で聴きやすくなっていて、決して安い音楽になり下がっているなんてことはありません。ジンが脱退し4人メンバーとなった彼らですが、K が存在する限り PTP の凶暴性と激しさは健在です。続いて2011年1月26日にリリースされたサードアルバム Remember the Name。PTP 史上最も洗練されたアルバムの一つで、電子音の導入やメタルコア構成のハードな曲など、新たなファンを獲得するきっかけとなった作品となっています。個人的に、ファーストアルバムとセカンドアルバムが初期 PTP、本作からは新たな PTP の幕開けだと思っています。9曲目に収録されているグリードという曲があるのですが、この曲は通常版だけに収録されており、初期 PTP を彷彿とさせます。しかし、本作からは、初期のようなブラックメタルに通じる悪魔的なサウンドやハードコア要素は減退しているので、ダークでハードなサウンドを求める人は物足りなさを感じるかもしれません。ですが、それを踏まえた上でも、6曲目の13 Monsters、7曲目の ACS と8曲目の Wallow in Self-Pity は、純粋に曲自体がかっこよく、スクリーム色の強い力強いサウンドなのですが、ポップな要素、メタルコアでいうところのクリーンボイスパートがしっかりと用意されています。ですので、日本のラウドロックファンのみならず、普段ロックを聴かない人たちにも受け入れられる内容となっているので、このアルバムを聴くことで普段感じたことのない刺激的な感覚を味わえると思います。普段から刺激に慣れすぎて感覚が麻痺している私たちみたいなメタルヘッズですらも刺激を味わえます。なぜなら、K の痛みは
ヘビメタルとはまた違った刺激なので、もしかすると今まで感じたことのない痛みを感じられるかもしれませんね。続いて、2013年11月3日にリリースされたフォースアルバム、ジーン。本作は PTP 最後となるアルバムで、ただ聴くだけでは済ますことのできない作品で、ラウドロックの後輩や仲間たちの PTP に対するリスペクト、今は亡きKに捧げる思いが込められた作品となっています。ジーンというタイトル名は、遺伝子を意味する言葉で、自分たちが影響を受けた90年代のロックの遺伝子を今のシーンに残していくという意味が込められています。自分たちが大事にしている音楽をこれからの人たちに伝えていくことは本当に素晴らしいことだと思います。実際、私もこのアルバムがリリースされた日に CD を買いに行きましたし、今よりもさらに若かった子供と大人の狭間のような自分ですら、PTP と K が生み出す音楽の素晴らしさ、音楽の大切さを改めて実感したのを覚えています。なぜ、そのような感情が芽生えたのかというと、本作には、生前 K がレコーディングで取り終えた曲に加え、録音できなかったいくつかの曲を、K をリスペクトしている後輩や仲間たちが歌っているからなんですよね。コールドレインのマサト、リンチのハズキ、クロスフェイスのケン、ワンオクロックのタカ、そしてライズのジェシーなどが K のリスペクトを込めて全力で叫び、俺たちの心にはいつまでも K は生きている。PTP の遺伝子は俺たちが受け継ぐんだ。といった気持ちが伝わってくるんですよね。PTP の終わりであると同時に K が残した遺伝子、PTP を愛する全ての人たちによるラウドロックの新たな始まりを意味するラウドロックシーンにおけるターニングポイントのような作品とも言えるでしょう。私も PTP を愛し、K を尊敬している一人です。ですが、私はバンドマンではないので、彼らの音楽を聴くことだけしかできず、ラウドロックのバンドマンたちのように音楽で表現することはできません。しかし、今はインターネットの時代ということもあり、彼らが残した音楽を今よりも多くの人たちに知ってもらうために SNS を使い、私自身で PTP の魅力を発信することができます。ですので、今回、この動画を見ていただいた方は、ぜひ、アルバム1枚だけでもいいので聴いてみてください。日本にも、これほどまでに素晴らしいバンドがいたんだ、ヘビメタル魂を感じられる男がいたんだということを知ってほしいですし、それが、私の K に対する最大のリスペクトです。K の言葉で、世界をぶっ壊せ、社会を潰せ、という言葉があります。俺は小さい人間で、周りのいろんな人に支えられて、今、この場所に立っている。世の中本当にクソみたいなことばっかだから、どうしようもねえことになるかもしれねえ。けど、そんなクソったれな世の中に、ただクソったれというだけじゃなくて、行動を起こすことで変わってくるんじゃねえかと。その結果が今目の前にいるお前らで、やればなんとかなるもんだなってな。K の人間臭い、ありのままに、がむしゃらに生きている姿は本当にかっこいいですよね。言葉で説明するのが難しいですが、K の音楽って生きているんですよね。それは、やっぱり K の痛みや思いや生き様を歌っているからだと思います。そんな K の痛みと血に染まった音楽をもっと聴きたかったし、これからもっとビッグなバンドになるはずだったのに、たくさんの名盤をリリースしていたはずなのに、と思うと切なくなります。俺の痛みに金を払え、K のすべてが詰まった Pay Money to My Pain が作り出した音楽を私たちは決して忘れません。K よ、これからも永遠に